皆さんこんにちは。フォーギン夫婦のみなです。今日もみなのゆるゆるとしたラジオ始まります。今日のテーマはイギリスのニューキャッスルってどんなところというテーマでお話ししていきたいと思います。いつもコメントやいいねありがとうございます。ぜひチャンネル登録もお気軽にしていただけるとありがたいです。はい、ということでそれでは始めていきたいと思います。イギリスって聞いて皆さんはどんなところ、どんな都市を思い浮かべますでしょうか。多分、私だったらイギリスに来るまではやっぱりロンドンってやっぱきらびやかじゃないですか。 YouTube 見ててもなんかすっごくキラキラしてて、なんか赤い2階のねバスがあったりだとか、おしゃれなカフェとか、なんかいろんなねものが詰まってる、素敵なものが詰まってる都市、やっぱロンドンとか、あとはリバプールとか、なんかそういう聞いたことあるような都市で、やっぱイギリスってどこだろうって思ったらやっぱ思い浮かべると思うんですよね。まず先にニューキャッスルだわっていう人って、本当にやっぱりニューキャッスルのサッカーのねクラブチームのファンの方がいたら嬉しいなっていうぐらいだと思うんですよね。あとは行ったことが以前ある方とかがもしかしたらねすごく住みやすいところですし、人も温かいところなので本当に好きになったんだよって方もしかしたらいるかもしれないんですけども、ニューキャッスルが頭の上に一番ポンと浮かび上がる人はあんまりそうそういないと思います。はい、ということで今回はねやっぱりイギリス留学ってなるとやっぱりロンドンとか大きな都市にね行かれる方とっても多いと思うので、ニューキャッスルの魅力、あとはちょっとこんなことが大変だよみたいなのも、もしねこれからニューキャッスルに住まれる方いるかと思うので、そんな方のね参考になればいいなと思って今日はちょっとこのトピックを選びました。はい、ということで何個かに分けてお話しするんですけども、最初はいいこと、ここに越してよかったなって思うことをお話ししたいなと思います。まず第一に気候がねすごくいいです。っていうのは、冬は冬でね寒くて大変なんですけども、春から秋にかけてはとっても気候が良くて、意外とね雨が少ないです。多分イギリスの中ではニューキャッスルは雨が少ない都市と言われているそうです。そして夏の亜熱帯の日本とはまたちょっと違って、やっぱ日差しは強いんですけども、例えるならそうですね、夏場は私が行ったことある都市でいうと軽井沢とか長野県にちょっと近いような気がしますね。ちょっと涼しくてカラッとしていて、お花がいっぱい咲いていたりだとか、なんか自然が豊かで、はい、そんな感じでとても避暑地っていう感じですごく過ごしやすい。夜も暑すぎて寝れない、ジメジメするわーってことはあんまりない気がします。なので気候がいいですね。そして気候がいいっていうのと併用して虫があんまりいないです。もちろんねハエはいっぱいいるし蜂もいっぱいいるんですけども、なんでしょうね、日本でいうちょっといたら嫌だなって思うようなゴキブリさんとかは見たことないですね。もしかしたら都心部にはいるかもしれないですけど、私が住んでいて家の中でねゴキブリを見たことは一度もないです。なんかそういう小バエみたいなのが湧いてしまったとか、暑くて出てしまうような虫は全然見たことがないので、ゴキブリさんがいないだけでね私はとっても健やかな生活を送っています。その代わりね雲は出ますが、雲さんはねお家の守り神というぐらいですから、それぐらい虫が唐突に出てこないっていうのも私の中では結構大きいなと思います。はい、あとはニューキャッスルが地図がこのような形で海に面しています。はい、なので、ビーチもいっぱいありますし、夏のね Vlog 見てくださった方はご察しの通り、犬の散歩で海にちょこっと行って、犬をリードパッと離して駆け回ってボール遊びをしたりだとか、ちっちゃい子と一緒にビーチでピクニックしたりだとか、あとはサーフィンができる方はねニューキャッスルのタイマウスの方でサーフィンをやってる方がいたりだとか、夏のねアクティビティとして海でいろいろできるのはすごいいいなって思います。はい、それに付随してやっぱ海が近いことによってお魚がね割と新鮮な
気がします。なんか市場もあって、またね私もお寿司作る際はちょっと行ってみたいなと思うんですけども、市場があったりとかして新鮮なお魚が手に入ったりだとか、あとはフィッシュ&チップス屋さんが結構多いです。で結構どこも美味しいですね。なんか生臭いアンモニア臭がやっぱり日が経つとしてしまうお店もちょっとあったりはするんですけど、比較的ニューキャッスルの海沿い、ニューキャッスルじゃなくてもやっぱ海沿いの都市のフィッシュ&チップ屋さんはどれもねふわふわの白身魚で生臭くなくて分厚くてすごく美味しいです。価格も結構お安いなって思います。はい。あとはそうですね、ロンドンとか大きな都市に比べると物価が安いです。安いと思います。スーパーに行ってもやっぱテスコも、アルディはね結構安いスーパーの中の一つですけども、野菜もお肉も、仮に日本と比べるならば本当に私の地元小田原なんですけど、ものによっては日本のね物価よりも全然安いチーズとかバターとか乳製品とかお肉もねやっぱりイギリスの方が安いかもって思う時はあるし、国内産がとっても多いです。食料自給率がやっぱ日本に比べると高いので、地産地消じゃないですけども自国で作っているものを割と安いお値段、あとはリンゴとかも形は崩れてるけど味は変わらず美味しいもの、なども普通に売られているので、選択肢としてねいろんなものがありますし、のんけみのねレモンとかもとっても安全なものがたくさんある印象です。はい、なので、ニューキャッスルいいなって思います。あとはこれはよく言われることなんですけども、私自身が他のね都市にいっぱい行ったことがあるわけではないので比較がちょっと難しくて何ともあれなんですけども、イギリスの北部の人たち、ニューキャッスルの、人たちっていうのが結構フレンドリーな方が多いって皆さん言いますね。なんでしょう、歩いていても話しかけてくださったりだとか、犬の散歩してたらなんか何の種類なのみたいなのも本当にね街中だろうが海だろうが公園だろうが、別に席が相席していたとかそういうのは関係なく、いいなって思ったら服褒めるし、なんかとってもねそこからの会話が弾んだりとかもよくするし、なんかパブとかだったらねもしかしたらロンドンとかでもあるのかなって思うんですけど、地元の人が言うにはとってもニューキャッスルは人柄が温厚で、例えるなら、東京がロンドンだったら大阪とか、だからちょっとフランクな感じがニューキャッスルだよっていう、イギリス北部の方だよっていうのはよく耳にします。なので気軽にねお話ししたい方は北部おすすめな気がします。はい。そしてこれは他の都市もそうかなと思うんですけども、とってもいろんな動物がいます。これはねイギリスの方が日本に来た際も思うことかもしれませんが、トミのお父さんお母さんのお家の近くにノウサギがぴょんぴょんしているんですよね。とか、あとはファームがねそこら中にニューキャッスルはありますので、ちょっと車で行ったらすぐ羊さん、馬、羊、あとはヤギに会えます。はい。であと鷹が飛んでいたり、あとはカモメがね親子でいたりだとか、あとはハリネズミとかキツネも野生でいるらしいです。ちょっと私は見たことがないんですけど、生でね。トミのねおばあちゃんのお家は定点のねカメラを設置していて、そこで春先ハリネズミのお家を建てているらしくて、ガーデンの裏側にたまにハリネズミが来てはそれ動画で見せてくれます。はい。あと野生の鹿もねよく道路の脇でご飯を食べてるのを見かけたりします。リスもいますそうリスもいる。かわいいね。そうだからそういう普通に生活している中で動物たちと触れ合えるっていうのは一個いいなって思います。はい。あとはそうですね、ニューキャッスルの位置的にスコットランドがすぐそばにあります。そうだからちょっと車で 2,3 時間行くともうスコットランドに到着して、グラスゴーとかそういうねエディンバラとかそういう都市にすぐ行けます。はい。あとはねやっぱヨーロッパということで、どこの都市限らずイギリスだったらやっぱりすぐに他の国ヨーロッパにピュンと行けるっていうのはとても利点ですよね。はい。はい。ということで、いいところをちょっとね、パパパパーっとお話ししてみました。ということで、ここからは、そうか、ニューキャッスルってそうだよね
っていうところをお話ししていこうと思います。そんなないんですけど、はい、強いてあげるならっていう形でお話ししていきたいと思います。で、1つ目として、やっぱり英語が聞きにくいっていうのはあります。少なからず。これは他の都市の、やっぱ日本もそうですよね。大阪弁がやっぱ慣れないと聞きにくかったりとか、あとは東北の方の青森弁、あとは沖縄とかの、そういう方言とか訛りって日本人の私ですら聞きにくいじゃないですか。はい、なので、ニューキャッスルの訛りをね、皆さんジョーディーアクセントと言うんですけども、ジョーディーのね、パリッパリジョーディーの方の英語は本当にやっぱりわかんないです。あとは酔っ払ってる方とか、あとは私がね、普段慣れているアクセントとはやっぱ違うものって聞き取りにくいし、早かったりとか、あとは方言、カニとか、なんかミントとか、なんかペットとか、なんかそういう、あれこんな英語あったっけっていう、なんかそういう方言があったりとかするので、アクセントもそうだし、最初はちょっとは英語ねできるかなと思って投影したんですけども、最初本当に富のねお父様が何を言ってるかさえちょっとわからなくて、心がうるうるした記憶が何度もあります。ちょっとずつね慣れてきてはいるし、向上していく中でちょっとずつ話せるようになってきているんですけども、最初は本当にカルチャーショックで、例えば何で支払うとか、何が欲しいとか、袋いるみたいな会話すらわかんないことが多かったんですよ、本当に。そうだからいろんなね地域ごとのアクセントが絶対あるし、それは一概にどこ行っても一緒だと思うんですけども、ニューキャッスルのアクセントは結構強いですっていう感じです。はい。あとはそうですね、気候がいいっていうお話をね最初にしたんですけども、それとは真逆で冬が結構辛いです。夏はね本当に日照時間が長くて、朝5時前後から明るくなって、夜は9時過ぎ10時前ぐらいまではね日があって、とっても一日が長いんですけども、その反動というか、冬はですね、クリスマス後ぐらいから本当最近までとっても日が短くて、3時ぐらいに暗くなってしまって、朝はもう8時ぐらいまで暗い、本当に夜が長いです。っていて、やっぱ寒いですし、クリスマス後は本当にイベントごともなければ、みんなやっぱりクリスマスで散財する分、とっても省エネで過ごしているというか、あんまりねパッとすることがないし、日照時間も少ないし、寒いしみたいなので、結構ねビタミン D が作られなくて体調不良になってしまう方とか、乾燥もすっごいしてるので肌トラブルだとか、いろんなねトラブル不調が出てきてズンとなってしまうことがあります。はい、あとは、これはやっぱりロンドンとか大きい都市、日本でいうと東京、大阪とか京都、大きい都市に比べるとやっぱりローカルの場所ってどこもそうだと思うんですけども、日本食、美味しい日本食、アジアご飯があんまりねなかったり、選択肢がなかったりだとか、そういう反動でやっぱ日本人もねそもそも少ないんですよね。やっぱ日本人コミュニティって狭いですし、知ってる方の知り合いは知り合いだったりとか、それはね私にとってとってもありがたいことなんですけど、なのでやっぱ人口が少ない分、やっぱり流通しているものも少なかったりだとか、レストランが少なかったりだとかっていうのもあります。だから美味しい日本食食べるなら多分ロンドン行った方がいいし、ラーメン屋さんとか特にあんまりないですね。なぜかカツカレーだけすごい最近よく聞きますけど、あれなんでなんですかね。すごい流行ってますよね、カツカレーで。やっぱりそれと付随して日本人向け、そのジャパレスみたいなものの求人を求めてる人にはやっぱり仕事はあんまり少ないかなっていうのはあります。そう、やっぱりネイティブのローカルのお仕事がほとんどですし、あとあってもそういう大きな企業の求人、ただやっぱりそれって書類選考も多分大変だと思いますし、アルバイトみたいな形でジャパレスで働くみたいなのは何個か聞いたことありますけど、結構少ないです。
なのでやっぱりボランティアから始めて、そこからローカルのカフェとかでお仕事してる方、企業に勤め出してる方とかがほとんどだったりとか、あとはもともと英語が達者な方で翻訳業している方だとか、あとはトリミング、ワンちゃんのね、すごいワンちゃんがいっぱいいるのでトリミングでねお仕事している方だとか、そういういろんなね多方面で仕事されてる方がいてすごいかっこいいなって思うんですけど、やっぱり YMS とか、留学したいなと思っていてちょっとバイトしたいなっていう方だと、やっぱ大きい都市に比べると仕事をね見つけるのは結構難しいというか、簡単なことではないのかなっていうのはハードルをね上がりそうな気はします。はい。ただやっぱり物価もそれこそ安いし、家賃とかもねロンドンとか大きい都市に比べたら安いので、あとは大学がねいっぱいあったりとかする分、なんかそういう一人暮らし用のお家もね結構賃貸出ていて、そういう面ではどっち取るかにもよりますけど、結構ニューキャッスルは住みやすい都市ではあるかなと思います。はい、ということで長所と短所というか、私目線ではありますけど、いろいろお話しさせていただきました。参考になったかどうかはちょっとわからないですけども、楽しんでいただけたら幸いです。はい。ということで、これからね、ロンドンにも一度行ってみたいですし、いろんなね、都市訪れたいなって思っています。またね、イギリスのいろんなところに住んでいる方いらっしゃると思うので、ここの都市はこんなだよみたいなのも、もしあればコメントいただければ嬉しいなって思いますし、これからね、YMS や留学される方、もしなんか質問などありましたらお気軽に私で答えられることは答えさせていただけたらと思います。はい、ということでベラベラ喋らせていただきました。もしこの動画がいいなって思っていただけたらいいねとチャンネル登録、またコメントもどしどしお待ちしております。これからも、いただいた質問や、私が日々思っていること、イギリスに暮らしてみて感じたことなどを、ラジオ感覚でゆるゆるとお話できたらいいなと思っています。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ウォーキング夫婦のみなでした。また今日もいい一日をお過ごしください。またね。